酒井忠次のその後。どうする家康に学ぶ日本史。一度の失敗で10万石を棒に振った男。酒井忠次は徳川家康の親族で家康の最初の家臣だと言われた人物だが、たった一度のミスを犯したために10万石を棒に振ったとも言われている。酒井忠次のその後を詳しく見ていこう。酒井氏は家康の先祖松平氏とは親戚筋で、酒井氏には歌の神系と左衛門尉系があったが、忠次は左衛門尉系である。忠次の父については諸説あるが、1527年大永7年に父酒井忠勝の次男として生まれたと言われている。父の忠勝が戦死したため、忠次の兄の酒井忠直が家督を継いだ。ところが後に忠直が家康を裏切ったために忠次が当主となっている。忠次は家康の父松平広忠に仕えて、広忠の異母舞臼井姫と結婚した。さらに臼井姫の母嘉陽院は水野忠政の妻であった時に家康の母於大の方を産んでおり、於大の方と臼井姫は義父姉妹であった。つまり酒井忠次の妻臼井姫は家康にとっては父方と母方の両方の叔母というとても深い姻戚関係にあったのである。家康が幼少期に人質に出されている間に、父の広忠は家臣に殺害される。酒井忠次は家康が岡崎に帰還するまでの10年余りを織田氏や今川氏に任従しながらも領地を守り続けている。1555年弘治元年、今川氏の人質となっていた家康は14歳で元服して、しばらく岡崎に帰省していた。この時織田軍の柴田勝家が三河へ攻め込んでくるが、酒井忠次は勝家を負傷させて敗走させている。以後家康の忠次への信頼は高まり、ほとんどの戦いの先陣を任されるようになっている。1560年永禄3年、桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、忠次は駿府へ帰ろうとする家康に次のように語った。今川義元の嫡男今川氏真公は公家の真似をして蹴鞠と遊ぶ猫。一方の織田信長は獲物を狙う獰猛な虎。猫と虎ではどちらが勝つかは必定。以上のように説得して、我が子信康と妻瀬名を人質に取られて苦しむ家康を同僚の石川数正と説き伏せたと言われている。家康はこの時泣く泣く徳川家と家臣を守るために我が子信康と我が妻瀬名を犠牲にすることを決断するのである。家康は諦めることなく努力を続け、長男信康と妻の瀬名、後の築山殿を人質交換によって無事岡崎へ帰還させている。酒井忠次は三河一向一揆では一揆側についた兄酒井忠直と戦い、家康を勝利に導いている。東三河の吉田城を無血開城させた忠次は家康から吉田城を与えられ、西三河の旗頭の石川数正と共に東三河の旗頭となっている。家康は
武田信玄と1568年永禄11年今川氏の攻略に関して大井川を境に西と東をそれぞれ奪取するという密約を締結する。この時も重臣として酒井忠次が奔走して実を結ばせている。しかし今川領を征服した信玄は次には徳川領に侵攻する姿勢を見せた。すると忠次は上杉謙信を訪ね、背後から武田氏を牽制する目的で上杉氏と徳川の同盟締結を成功させている。忠次は外交とともに戦でも数々の活躍を見せている。1575年天正3年長篠設楽原の戦いで忠次は信長に武田軍の飛ヶ山砦の攻略を提案して決行。長篠の戦いを勝利に導いている。また忠次は余興では恵比寿喰という踊りが得意で、織田信長や北条氏真らの前で披露して絶賛されるという一面も持っている。信長はそちほどの優勝にこのような隠し芸があるとはと感嘆し、氏真は激賞して名刀貞宗を忠次に与えたという。そんなオールマイティーな働きをした酒井忠次だが、ただの一度だけとんでもない失敗を犯してしまうのである。織田信長が安土城完成の祝賀会を1579年天正7年7月に催した。酒井忠次は家康の使者として名馬の贈呈に安土を訪問することになる。この時忠次は家康の長男信康の正室となっている信長の長女徳姫から一通の手紙を信長へ託された。安土に到着した忠次は名馬とともに徳姫から託された手紙を信長に差し出した。手紙に目を通した信長はそれまで上機嫌だった顔をたちまち歪めた。徳姫が託した手紙とは後に有名となった築山殿と信康の悪行を12か条にしたためた告訴状であったのである。その告訴状には信康の残虐非道ぶりとともに築山殿が武田勝頼に内通していると書かれていた。信長はその場で忠次に一条ずつ読み上げて弁明させたのである。しかし何も知らずに持参した手紙の内容に驚愕した忠次は言葉に窮してほとんど答えることができなかったようである。信長は忠次に家康殿に築山殿と信康を処断せよと伝えよと命じた。帰国した忠次が信長の伝言を伝えると家康は表情を変えることもなく翌月築山殿を家臣の野中重政に殺害させ長男の信康を切腹させている。感情を表に表さない家康はそれ以後も忠次を以前と同じように扱い小牧・長久手の戦いにも参加させている。織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれ豊臣秀吉が天下人となる。1585年天正13年石川数正が徳川家から出奔して豊臣秀吉の家臣となる事件が発生する。秀吉はこの頃から盛んに各大名の重臣をヘッドハンティングによって豊臣氏の家臣にしている。
石川数正は10万石を与えられ松本城主となっている。現代的に例えれば日本の野球選手が大リーグに引き抜かれたようなものだろうか。石川数正の出奔が家康に疎んじられる忠次には少なからず影響を与えたようである。1588年天正16年、酒井忠次は嫡男家継に家督を譲り、秀吉から与えられた京都桜井の邸宅で隠居生活に入った。秀吉はねぎらいとして1000石を忠次に与えている。1590年天正18年に家康は関東に移風となると、主な家臣たちに領地を与えた。井伊直政は12万石、本田忠勝と榊原康政にはそれぞれ10万石が与えられた。ところが、なんと忠次の嫡男酒井家継に与えられたのはわずか3万石だけであった。納得のいかない忠次は隠居の身ながら家康を訪ね、我が子にもう少し石高を与えてほしいと直談判に及んだ。すると家康は忠次に向かって次の有名な言葉を浴びせた。お前でも子供は可愛いのかと。この言葉を聞いて忠次は10年以上前の築山殿と信康の事件を思い起こした。そして家康は自分のことをずっと恨み続けていたこと、そして自分が重大なミスを犯していたことに気づくのである。家康は忠次が命に代えてでも築山殿と信康の申し開きを信長にやっていれば、信康だけでも命は救われたかもしれないという無念さを持ち続けていたのだ。ただし辛抱強い家康は恨みのある家臣であっても必要な時にはじっと耐えて使い続けたのである。それを知らされた忠次は黙って家康の前を立ち去り、京都の秀吉のもとに帰った。後に徳川四天王と称えられた忠次だが、最後は秀吉の庇護を受け従四位に叙任され老後を過ごしている。1596年慶長元年、酒井忠次は京都桜井の邸宅で逝去する。享年71であった。結果的には酒井忠次は出奔した石川数正と同じく家康のもとを去り、秀吉のもとに行くというような形となった。家康が死去して秀忠が第二代将軍に就任すると、左衛門尉酒井氏はたちまち10万石以上を加増されて酒井14万石となっている。次男の秀忠にとっては忠次のおかげで長男の信康が切腹となったために将軍になれたとの思いがあったのかもしれない。